私はですね、常日頃植物エキスが再生医療に貢献できるのではないかと考えていました。それはある種類のですね、植物の論文で、回復を早めるという論文があったからです。で、この植物は線芽細胞に働いてコラーゲンの生成を早めていました。それなら最近流行りのお肌のレーザー治療ですね、例えば美容のフラクションレーザーがありますが、このレーザーはお肌に微細な穴を開けていきます。そして肌の再生を促進させます。そういう時きっとこの植物役に立つだろうなと思っていたんです。で、今回紹介するのはイリドイドという植物栄養素を多く含んだ果物ジュース。これが再生を促すというドイツのルベック大学の研究になります。PRF 美肌注射ってご存知ですかね。自分の血液を抜いて PRF 多血小板フィブリンというものですが、それを取り出しましてそれを注射するんですね。で、この PRF は修復を担いますので美容に役立ちます。それだけではありません。病気の患者さんにも応用されています。多発性の骨髄腫ですね、がんです、骨のがんですね、骨のがんの治療にこの PRF が使われています。再生医療の最前線です。そういう最先端の科学、それに3000年以上の歴史を持つ植物、それが組み合わさることができればすごく興味深いですね。この論文では私たちが口にする食事が体内の再生プロセスを司る PRF、 これをどう変化させるかというものを研究しています。どういうことか、まずサマリーですね。まず PRF は骨であったりとか傷の治癒に不可欠な自分で作る材料です。それが4週間とある植物ジュースを飲むことによって PRF が、改善するというんですかね、良くなるというものです。血中カルシウムがまず低下して、血液がサラサラになって、そして IL11 であるとか、サイトカインが優位な上昇して、再生能力を高めるということですかね。内側から強化できるという可能性を示唆しています。ではですね、PRF なんですが血小板フィブリンについてちょっとおさらいしましょう。PRF は患者自身の血液を取り出して遠心分離して作られます。成長因子を豊富に含んでいます。難治性の骨疾患であるブロンジェ、顎骨壊死の治療によく使われます。その治療成績を左右するのが PRF です。しかしこれまでは抗凝化薬であったりとか血小板濃度という要因ばかりが注目されていまして、栄養状態がどう PRF に関係するかは分かりませんでした。そこで注目されたのがノニという熱帯植物です。論文にはですね、3000年以上の歴史を持つこの植物には強力な抗炎症作用や免疫刺激作用があるというふうに知られていると紹介されています。研究チームは、ノニジュースを飲むことで PRF の再生能力が向上するのではないかという仮説を立てました。多分研究者にノニジュース推しの方がいたんでしょうね。検証方法は臨床試験です。試験管の試験や動物実験とは異なり人を対象にしています。40名の健常ボランティアを対象としました。プラセボ対象クロスオーバー試験というものをやっています。これは参加者にノニジュースとプラセボ、ノニの入っていない偽物のジュースをですね、4週間と飲んでもらって、その間に洗浄期間ウォッシュアウトを挟んでそれぞれの期間の PRF 成分を詳細に解析するという実験になります。その結果です。まず最小な重要な結果は血中カルシウム濃度の低下ですね。骨のカルシウムではなくて血中のカルシウムが低くなりました。カルシウムは血液凝固に関係する因子です。で、この低下は PRF がサラサラした状態を保つというふうに考えられます。で、サラサラすればですね、複雑な欠損部であったりとかカスフォードと言われている骨を作る足場のようなものに入り込むんですね。ですから臨床的なメリットが大きくあります。で、次に分かったことが肝臓が活発に反応したということですね。肝機能のマーカーである ALAT であるとかガンマ GT に軽度の上昇が見られました。で、これって普通だったら毒性があるというふうに思うかもしれませんが、レベルがちょっと低いのでノニジュースの代謝による肝臓への一時的な代謝負荷でメタボリックストレスを示唆するものです。正常範囲内ですから生体が活発に反応したというふうに解釈されます。
で最も劇的な変化は PRF の分子組成なんですね。特にIL11 とか CCL7 とか MCSF が優位に増加しました。IL11 は骨形成と骨吸収の両方を制御して、骨の再生を加速させます。CCL7 は骨細胞をですね、細胞死から保護する因子です。そして MCSF は破骨細胞の生存と活性化に必須の因子です。これらの増加は移植された PRF 周囲の細胞の生存率を高めて、より強固な組織再生を高めるということを意味しています。つまりね、食事により代謝が高まって PRF に反応しという連鎖が生まれたということですね。興味深いことに TNF-α とか BMP2 というところに変化がありませんから、のには特定の免疫を選択的に刺激しているということが分かりました。ここからですね、手術の数週間前から、特定の食事をとるというダイエタリープリコンディショニング、食事によりプリコンディショニングという新しいコンセプトが浮かび上がります。今回はノニの研究していましたけど、いろんな、ことが分かると思いますので、手術前にですね、食事を食べて、そして手術に備えるということが今後起きていくんでしょう。結論としてノニジュースの定期摂取は PRF を変化させ、骨の再生能力を向上させていました。何を食べるかは単なる健康維持の枠を超えて、再生医療における自家生体材料の機能を決定づける重要な鍵となるわけですね。でこの研究は再生医療がノニジュースに応用で再生医療にノニジュースが応用できるということを示唆しています。こういう論文は本当に読んでて楽しいですね。この楽しさを皆さんと一緒に共有できて大変嬉しく思っています。自然な形で健康を維持する情報を今後も発信していきたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた次回。論文はね、こちらが、参照論文になっています。